どうも皆さん、カイトです。モモドラシリーズ集大成、モモドラ月影のエンドロールをご存知でしょうか？こちらは2024年1月11日に Steam でリリースされたゲームになります。早速ノーマルで 111% エンドまでクリアしたんですけど、誰でも気兼ねなく遊べるメトロイドバニアでしたね。ボムサービスから販売されているモモドラシリーズのラスト作品であり、超絶に進化した 2D ドットグラフィックと、このジャンル未プレイ勢でも楽しめるゲームバランス、可愛いモモを操作しての悪魔狩りなど、めっちゃ面白かったです。今回はモモドラ月影のエンドロールというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになりますが、主人公モモが使命を全うするメトロイドバニアアクションです。レベルアップシステムがない代わりに、道中で生えている実を食べることによって基礎体力や基礎魔力、スタミナ回復速度を上昇させることができます。武器としてはこのシリーズおなじみの聖なる歯が近接メインになり、弓矢による遠距離の2パターンで攻撃を組み立てていきます。魔法としては回復で使うことが主な仕様になるんですけど、紋章の効果によって弓矢などに魔法バフをつけることも可能です。紋章とはモモが装備できる永続バフになり、30種類以上の中から自分好みにカスタマイズしていきます。初期では2個しか装備できないんですけど、魔導書を見つけることでスロット数が増えていきます。モモをサポートしてくれる旅のお供をゲットすることで連れ回せて、魔力回復の宝石などランダムで落としてくれたりします。ノンリニアに進めていくメトロイドバニアとなってるんで、ある程度はフリーに移動しながらアリノスマップを踏破していき、最奥にいるボスを倒すとスキルが得得できるイメージを持つのが良いかなと。これが体力ゲージで、これが魔法ゲージ、これがスタミナゲージで、これが月のかけら、これがミニマップになりますね。天与の鐘を鳴らすことでセーブ&回復ができるんで、見つけたら有無を言わさず叩きましょう。基本的にはモモを操作しながら猫を撫でて、突然始まるダンジョン内を探索してセクシーなボスに挑んでいきます。ざっくり説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、コホ村に不殺な鐘の音が鳴り響き、その鐘の音に悪魔たちが誘われてしまい、村は脅威にさらされていました。族長はその鐘の調査をするため司祭地をモモに向かわせることにし、その原因、いや元凶を探しに旅に出るお話。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、1、丁寧なチュートリアルでの冒険。最初に言いますが、このジャンルを初めてプレイする方でも丁寧にチュートリアルをこなしていけるのが本作。難易度もライトとノーマルの2つしかないのも選びやすく、自分に合ったスタイルで楽しむことができます。冒頭からダンジョン探索がいきなり始まり、攻撃、回避、回復、セーブなどこのゲームで重要なことを一気に教えてくれます。またそれらを活かす形でのチュートリアルボス黒木ガリザーも、メトロイドバニアのボスってこんなんやでとモーション一つ一つに醍醐味が詰まってるんですよね。ノーマルでプレイしてても初見でやられてしまいそうなムーブをかましてくれるのも、これからの戦いの緊張感を持たせてくれます。特に黒猫との戦闘は序盤あたりに戦う相手じゃないぐらいの強さを誇り、尋常じゃないスピードで切りかかってくるので注意してください。それでも勝てない相手ではないんで、ちょうどいいゲームバランスに仕上がっていました。2、普通に探索が楽しいアリノスマップ。前作モモドラ月下のレクイエムでもおなじみスクエアタイプのマップなんですけど、モモを動かす手触りがすっこぶる良かったのが、探索意欲がモリモリに湧きましたね。道中ではスキルを得得しないといけない箇所が多々あるんですけど、ある程度進めてゲットした後に、そういえばあそこ行けたんやんけと遠くでもついつい戻ってしまうのがやばい。またわざわざ戻ってでも永続強化の実を見つけたり、攻撃強化の花など着実にパワーアップしていくのが目に見えてわかります。前作では数値表記がなかったのが、今作では分かりやすくなっているのも管理しやすかったかなと。たびたびサポートをしてくれるセレザとの雑談をしての癒しからのアイテム購入、妖精救出でのやり込み要素など、マップ上でハテナが表記されている箇所は何かしらあるという設計なのも踏破しがいがありました。3、
進化した 2D ドットグラフィック。幻想的という言葉が当てはまる世界観に全体的に進化をしっかりと感じ取られるグラフィック。ぬるぬる動く一人一人のキャラクターと 2D ドットで余すことなく表現されています。コホ村での月明かりが照らす綺麗な光景に、妖精の村での女王陛下のパンチライン、毒蛇ソレリアの圧倒的なボディラインと、キャラクターごとの細かい動きの節々がプレイさせる側を飽きさせないような工夫がされてて、とても好感が持てました。ボスに関しても、チュートリアルの悪魔ガリザーに、ドラと協力してのハーピープルーニア、この手のゲームでおなじみ兄弟、決起の兄弟と、魔物タイプからヒューマンタイプと、バリエーション豊かにドットで表現されてたのも素晴らしかったんですよね。可愛らしいデザインが多い中でも、敵は敵と割り切ってのセンスが光るディティールは見事でした。4、クリア時間は11時間。達成率 111% でのクリア時間は11時間ほどでした。実績は3つ残っていますが、クリア後要素のモード変更での解除になってたんで、これらは時間がある時にプレイしてみようかなと。マップ上のハテナを全て回収しても 111% にならなくて、めちゃくちゃさまよいましたが、なんとか達成できたので感無量。収集要素も回収しやすいのがとても魅力的だったのも、すごく環境が整ってましたね。ワンポイントアドバイスとしては、遺跡調査の彼女の動向は常にチェックしておくと異物の取り忘れ防止になるかもしれません。なんだかんだでめちゃくちゃ面白かったです。以上になります。月明かりの下で悪魔の脅威を取り除こう。桃ドラ月影のエンドロール。旅のお供が初期に取れる使い魔の猫の魂がラストまで重宝するのと、紋章最強状態になった時の火力にプラスされた怒涛の弓矢の連続攻撃。ボスのランダム攻撃に苦戦すると思いきや、すんなり勝ててしまう時の安堵感。この機会にぜひカホ村を救うために黒い鐘の音の真相を確かめに行きませんか。きっとファストトラベルが解放されるまでは普通は探索だるってなるんですけど、操作性がいいせいかマップ探索に無理やり勤しむこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。